こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、ようやくネザーから帰ってきたところで、ピラミッドのモブの影が今日は豊作です。まあまあ多いかしらね。で、最近気づきましたが、どうも私はモブが自然環境の中でのびのび暮らすのを観察するのが、割と好きだったようです。そんなテリーにおすすめの住まいは、トラップタワーね。嫌です。モブが死んでしまうし人工物で味気ないし、何よりもドロップ品の備蓄を増やしたくないです。さてそういえば前回、ご指摘いただいた通りガストの涙の2つ目を拾っていました。なんで私は気づいていなかったのか、さすがに不思議なくらいです。考える時間は3秒ね。で、今の何なの？すみません、気づいた時にはもうこうなっていました。つまり、少し後悔しているのね。さて、ネザーで取ったばかりの新鮮グローストーンは、ブロックのままで積むのが2スタックと36個。後にレッドストーンランプの材料で44個必要になりますが、すでに備蓄確保済みなので収集完了となりました。ネザー推奨鉱石も収集完了でいいの？大丈夫なはずです。机上計算の必要数から3スタックほど余計に確保しています。さて、ネザー帰りの後片付けがもう少しですが、そういえば地図を持ってきてしまっていました。片付けるならネザーのチェストの中ですが、ちょっと待てです。今ネザーに行ってしまうと通常世界の地図が狂って、建築ターンに差し障りあるんですよね。ネザーに行ったまま帰ってこなければいいじゃないの。そのニュアンスだと結局通常世界にリスポーンしていそうです。まあとりあえず、ゲート近くにチェスト仮置きです。ネザーに持っていくのは、今回の収録で建築ターンまで進められるかどうか、見極めてからで遅くないでしょう。これからネザー推奨鉱石を約23スタック解体するのよね。数にして1500個ほどで、今回はその上で村の湧き潰しまでしないとならず、ちょっと時間がかかりそうです。で、試しに3スタックだけでも並べてみると、かなりボリューム感があります。さて次はレシピの確認です。もちろん念のためです。もちろんよね。もちろんです。万が一、いや1000が1、いや100が1、いや10が1覚え間違いしていると後が面倒なんですよね。このパターンならどう見ても1が1の展開よね。まあ私も長いことレシピを解き明かすプレイをしているおかげで、今回も無事に切り抜けられたようです。さて、鉱石解体でどんどん経験値が入りますので、ここぞとばかりにドロップ増加の剣の予備を作っておきます。とりあえず最後に出ていたのが虫特攻ですので、何度か虫特攻を出すのが基本です。何のためによ。なおエンチャントテーブルの更新は、金属探知機にかからないよう本で、低レベルエンチャントで行うことが多いです。もし原木が余剰してたら、木のシャベルを使うのもありなのかもしれません。要するに金属使うのが惜しいのね。で、今回3度目のエンチャントで無事にノルマ達成です。そして痒くなったらすぐ虫特攻です。つまり、虫もろともにテリーもイチコロね。あれ、まだノルマが残ってましたか。ノルマというよりカルマっぽいわよ。さてその後は、もうガンガンテーブルを回していくことにしました。そして不要エンチャント本用のチェストを増設して、スペース足りるかしら。鉱石がまだまだ余っているので、物欲センサーを振り切るほどにゴリ押ししていきます。そして2分後には4列目が埋まり始め、さらに1分後には5列目に侵食です。調子出てきたわね。そしてさらに1分後、あれ？なぜか低レベルエンチャントができません。7より6の方が小さい数字だったこと知らなかったの？いやそれはさすがにわかりますが、低レベルエンチャントの経験が足りないがため、経験値が足りないことにすぐには気づきませんでした。そしてゴリゴリとネザー推奨鉱石を削って、
あまたのエンチャント本の犠牲の上に、ついにドロップ増加3を引きました。でもまだ、ノックバックがつくかもしれないわよ。その時はその時で、さらにゴリゴリエンチャントテーブルを回していきます。密かにエンチャントテーブルにイシウスのイメージ持ってない？さてともかく、ネザー推奨ブロックの数がようやく揃って、それから5分でようやく、高レベルエンチャントをするのに十分な人生経験を積み終わりました。急に話が大きくなってきたわね。そしてそれだけの人生経験を積んだ今、私は若者たちに語りかけたいと思います。ボーイズ、be unbelievable と。若者たちから信じられない目で見つめられるわよ。さて、ここばかりは結構マジに変なエンチャントがつかないことを祈るのみです。きた。スノドロップ増加3です。意外とあっさり引いてきたわね。おかげでチェストをさらに増設しないで済みました。そして、すでに持ってた予備の剣と合成し、理想的な予備の剣が完成です。これでようやく、死んで装備一式ロスとしても大丈夫になりました。早速役に立つといいわね。いやまあ、全然役に立たなくても一向に構わないのですけど、でも役立ってくれないとこの苦労が水の泡になるような。十分な人生経験積んだ割には迷っているわね。先ほどかなどこで随分消費してしまったんです。まあともかく、中上ネザー推奨ブロックの準備まではようやく完了です。ここまで来ても、鉱石解体作業は半分超えた程度よね。でもまあ、ネザー推奨鉱石をこれだけ集めたのは初めてなので、まだ石炭鉱石の解体作業の時ほどには億劫になっていません。そしてその後の解体作業のお昼休みに、昼食のステーキをのんびり食べている時、急にエンダーマンが出てきてあんぐりしてしまいました。これまさか、ピラミッドから取ってきたブロックじゃないですよね。まあピラミッドまで距離があるけど、でも調べてみないとわからないわね。ともかく後をつけてみます。おそらくアジトには、奪われたピラミッドの建築材がゴロゴロ転がっているはずです。どうやら迷ってしまっていたようです。それはどうでもいいけど、今回は倒さないのね。どうもその気になれません。メガタイガの遠征中に倒すのを自粛した時の名残です。で、ようやく模様付きネザー推奨ブロックの準備が終わって、さらにハーフブロックの数が揃いました。余った鉱石は3スタックと少々、ほぼ机上計算通りです。建築ターンの準備はここまでね。ネザー3を積み終われば、工事進捗が 98.7% まで進むんです。もうぼちぼちで、海底神殿を意識し始めることになりそうです。さて次は、有り余った骨の有効活用で植林し、村の湧き潰し用の松明を量産します。ゾンビスポナーでの湧き潰しを試すんじゃなかったの？今はとりあえず最低限度、村の湧き潰しをしてしまうことにしました。その理由はちょっと長いので次回に回します。さて、かなり長々と忘れていたのですが、街灯、でいいんでしょうか。この企画を始めて間もない頃に、確かベッドを作る材料として、村の街灯の黒い羊毛を借りていたんです。借りるという表現はどうなのかしら。返せば借りていたことになるので問題ありません。では、久々に闇の村の様子を見てきます。前に立ち寄ってからピラミッドがまた伸びているんですよね。楽しみです。で、どっちに向かっているのよ。ちょっとそこの地図まで。なお一応お断りしておきますと、川を渡りきる前なのでセーフでした。何がセーフなの？さて闇の村に到着し、ピラミッドが表示されるまで待っているところで、キリがいいので今回はここまでです。プレイは適当にある程度湧き潰ししたところまで進めています。次回は建築ターンと、ぼちぼち村人を引っ越しさせたいので、時間が余ればそれの着手といった予定です。そういえば海底神殿にビーコン使うんだったわね。まあ試したことないのでどうなることやらですが、では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。